謎。一応、解説しておきます。トイレの故障問題とは、第9回放送でのマリー隊員の失禁の原因となった事件です。酸素は必要量だけ吸って冷却の上、コロニー各所に回しつつ、全力での水素発電をぶちかまします。これが仕上がれば宇宙開発用の補助電源に使えるかと。今週の、自由研究の、コーナー。今回は移動、についてです。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。前回、最後に触れたパフの排出問題ですが、思わぬ方向からの強烈かつ最高の援護射撃により、真相が見えた模様です。お寄せいただいた情報がこちらです。いやすごい情報ですよこれは。絶対に自分らではたどり着けなかった着地点だったな。貴重な情報をご提供いただき、誠にありがとうございました。コメントでも触れましたが、内部に一部仕様が残っていて、パフは高さ11以上を好むのかもしれません。海外のまとめでも最大効率について情報があるようでした。そんなわけでこの件に関しては追跡を完了とさせていただきます。ありがとうございました。もう一件、視聴者様からの情報がございました。それがこちらです。かなり面白そう。というかさ、何よ？そもそも式ってなんなん？高い方がいいみたい、くらいな感覚で扱ってたわね。確かに、よくわかってないんだよな。それは後で触れるとして。問題はこの絨毯爆撃地帯よ。こりゃあすごい。壁まで絨毯じゃん。ところが、装飾値の最大が120らしくて、異様に高い数値が全部、足切りされてるのか？絨毯だけで384もあるのに、ほぼカットされてることになる。合ってんのかね、これ？つうことで海外まとめを翻訳してみた。なんのこっちゃ。問題はおけつの一両ね。失敗ってどういうことだ？よくわからないけど、装飾値がバッドな状態、つまり赤表示じゃないの？だとすれば辻褄は合うのか？問題は120を超えた部分は計算に入ってるのかどうかね。入ってない、と思うがな。これを見る限り、足切りでしょうね。装飾値10ポイントごとに式が1ポイント上がるみたいだな。ということは、当線上は120を目安に装飾しておけば良いことになるわね。120だったら絨毯を5から6タイルでいけるわけだ。はっきりした目標があるのは助かるわ。よし、これからはこの数値を目標に環境を整えよう。そいでもって式の変遷がこちら。これが、こうなった。なんじゃこりゃ、爆上がりじゃんか。爆上がりなんです。すげえなこれ。ポートレートの目が死んでるのが気になるが、寝起きを撮影したもので、通過かなり気になるんだが、計算が合ってないけど良いのかこれ？他の要素で変動してるのでは？他って何？ご飯なんかでもかなりつくらしいから。するとあれか、装飾以外でもブーストするってか？多分そう。今回のはあくまで装飾、だから、恐ろしいこったな。そりゃあ食事にこだわるわけだよ。他にも自然保護区とか、大広間とか、色々にくっつくと思うわ。怖くなってきたな。まあ式を上げる手段は多い方が助かるわ。そらそうだ。しかし意外だったんだが、装飾値のマイナス、赤にはレベルがないんだな。倉庫街とか真っ赤っかなんだけどね。マイナス1でしかないみたい。必死に飾ったのがバカみたいじゃんか。過剰ではあったかもね。そうだな。そんなわけで今後は程よい装飾値を目指しましょう。式の変遷を見たら嫌でも目指すだろ普通。まあね。今の見た？一時停止を解除した瞬間、トイレの満タンサインが下がった。どうなってんだ？わからないけど、以前、やられたトイレ故障問題の手がかりなのでは？この状態を維持していると故障扱いなのか？というよりも、野営トイレのステータスの更新タイミングがおかしいのでは？謎。一応、解説しておきます。トイレの故障問題とは、第9回放送でのマリー隊員の失禁の原因となった事件です。いつの間にかトイレが故障扱いになっていた上に、故障のアイコンがないからわからなかったやつだな。その後もチェックはしていますが、再現性がなく、追跡に難航しております。正直、不具合だと思ってます。しかし原因が見当たらなくてね。当時の視聴者様も色々にご意見を提示してくださったっけ？今後も続報があればお知らせします。こそこそとバイオームを一つ、滅ぼしてました。マップ上だとここの海洋バイオームになります。色々と立て込みがきついので、いっそ新規に大規模な水素プラントとその補助施設を押し込もうかと思ってます。酸素は必要量だけ吸って冷却の上、コロニー各所に回しつつ、全力での水素発電をぶちかまします。これが仕上がれば宇宙開発用の補助電源に使えるかと。嫌な予感がするので前倒しで動いてます。そもそも年内にロケットを飛ばしたいからな。飛ぶかね？微妙、ガラス工房がないから太陽光発電ができないし、熱対策もできてない。ヒリヒリしてきたわね。こういうの嫌いじゃないです。そうそう酸素の余剰分は宇宙にぽいです。
左の入り口側が宇宙に直結してますので、そういうのはね、スペースデブリッツってね。ゴミくずですけど、開き直る癖がついてきたな。今週の自由研究のコーナー、今回は移動についてです。皆さんもこんなんやりますよね。今回、バイオームを掘り抜いていて疑問が生じました。果たして効率的にはどうなのか、ということで、ストップウォッチを作り、感圧センサもつけて走り抜いてもらう形で計測します。ストップウォッチはアドバンセドノート様に該当記事がございます。さあ選手がスタンバイします。ここに移動で GO。結果、6秒ですね。早いんだか遅いんだか。まあ比較してみないとな。さあ今度ははしごを床に見立てて再挑戦。選手がスタンバイします。再びここに移動で GO。早い、これは早いぞ。お話になりませんねこれは。いや全く話になりません。記録としては飛び飛びが6秒に対して、床に見立てた方は4秒です。配置の概念が狂いそうです。結論を急ぎはしませんが、水平方向なら導線を数本、床っぽく配置すべきかもしれません。いやもうこれ結論で良いのでは？そうっすね。こうなると現状の作業指示も見直しが必要ですね。間違いなくそうですね。通勤時間に大きく影響します。では、お次、垂直方向も試してみましょう。お伝えし忘れていましたが、移動距離はどちらも16タイルとなっております。早速、スタンバイ。それではここに移動で GO。さすがに垂直移動は苦戦しますね。やはり飛びつきのモーションが長いですからね。しかしもうつきそうだ。結果、9秒でした。もちろんこれは隊員の能力により変動しますので、あくまで目安であります。さあ、でははしごを連続配置に切り替えまして。選手スタンバイ、本日の最終レースです。レースなの？長い戦いでした。最後も良い走りを見せてほしいですね。上りなんだけど。最後です。ここに移動で GO。早い、ダメですねこれは。やるだけ無駄でした。結果はこのようになりました。違いは明らかですね。やはり、垂直、水平ともに導線を数本、連続で用意した方が移動は早そうです。はしごだったら掘り抜いた資源を遮らないし、ヘドロ攻略には必須ですね。これは、水分も落下してくれますしね。壊すのは一瞬ですから、採用していきたいところです。綺麗にまとまったところで今週の自由研究を完了とさせていただきます。お疲れ様でした。今週の、モッド紹介の、コーナー、始まった。今回のはあかんやつです。いきなりなんなのマジで。その名もゴールドハッチ。うわ金ピカじゃん。猛烈に嫌な予感がしてきた。そう、なんとこいつ、金属を金に変換します。うわぁ。やったらあかんやつよな。そうねー。まあしかしうちみたいに金に飢えているコロニーの最終手段かも。金属の総量が増えるわけじゃなく、むしろ損失を出しつつ変換するだけみたいだからね。そうなんだよね。鉛は 100%、それ以外は 75% の変換効率らしいから。うまい調整ね。これなら鉛を変換したくなるけど。そう、鉛は補給でも増やせないので考えなしに変換すると。鉛が枯渇する、と。鉛は液化すると使い道があるらしいので、気づいた時には手遅れになりそうだ。動物系モッドの中でも隠れたじゃじゃ馬ね。そんな感じ。では今回のモッド紹介はこの辺で。皆様も良ければお試しください。お疲れ様でした。そして本編に戻らなくて申し訳ないですけど、ここいらで今回の動画を締めさせていただきます。ということでレイムさん、頼むわ。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。